んこんにちは、はるかねです。今日はこちらおびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形を使っていろんな形のね、スカートをご紹介していこうと思います。一応おびつ11をね、使いますけれども、全サイズ作り方共通ですので、他のサイズのね、お人形を持っている方もよかったら参考にしてみてください。材料はこちらのコットン 100% の生地と、そして株式会社コニシから発売されている布用ボンド裁縫上手と針と糸をね、使って作っていきます。はい、ではまずはこのタイトスカートから作っていきます。おびつ11の場合は 4cm×10cm、 こちら表側なので裏返して端処理からしていきます。半分に折って台形にね、切ります。こちら表側なんですけれども、表面に糊を塗ってこうね、合わせるように中表にして貼り付けます。乾いたら広げてね、ここネイルアイロンで折って、ここね、はみ出てる部分切っていきます。そして裏返して完成です。では次にこういうね、少しフレアのあるスカートを作っていきます。 13cm×3cm で作るとこのぐらいのフレアになります。こちらが 10cm×4cm で作ったもの、こちらが 13cm×3cm で作ったものです。 10cm×4cm と 7cm×2cm を使っていきます。こちらがね、表側になるんですけど、ひっくり返して裏側の端から処理していきます。次に針と糸を使ってね、こちらの端を縫ってギャザーを寄せていきます。そしたら次に生地のね、表側の上の方にボンドを塗ってこれを貼り付けていきます。生地がね、表同士がこう合わさるように長さをね、合わせつつ貼り付けていきます。そして乾かしたらね、ここを開いてネイルアイロンをかけていきます。そしてこちら側にね、ボンドを塗ってこう貼り付けていきます。いらない部分をね、切っていきます。こちらが表側で裏側なんですけど、表側にボンドを塗ってこうね、貼り合わせていきます。そして乾かします。乾いたらひっくり返して完成です。では次にフレアはあるけれどもウエスト周りがね、こうすっきりしたタイプのスカートを作っていきます。6cm×12cm で作っていきます。
半分にね折った時に6センチの正方形になる状態で作っていきます。まずねこう今折ったんですけれども、折り目の角をね 1.5 センチのこう半円状に切っていきます。そしてこっからねこっちの角にも半円状に切ります。そしたらこちらがね生地の表側なんですけど、表側に糊を塗ってこうねくっつけていきます。乾かします。乾いたらこちらがねウエストの部分になるんですけど、少し切れ込みを入れていきます。そしてこちら側にね裏側に糊を塗ってこう折り返してくっつけていきます。ついでにねこのひだの部分もくっつけていきます。次にこのねちょうど貼り付けた部分、後ろ中心になるんですけど、これをねこう真ん中にくるように折って、こちらにもねたくさんできるだけ細かくね切れ込みを入れて裏側に向けてこう折り返してくっつけていきます。そしてひっくり返して完成です。では次にバルーンスカートをね作っていこうと思います。7センチ ×2 センチが2枚と13センチ ×6 センチが1枚を使っていきます。まずね両端を縫ってギャザーを寄せていきます。では次にこちらが表側なんですけれども、このね生地の表側をこうなるように表と表をねこう合わせて、この端っこをくっつけていきます。この時にねギャザーを寄せた部分をねこの幅に合わせてくっつけていきます。ある程度ね乾いたらこの部分を開いてネイルアイロンをかけていきます。そしてここにねボンドを塗ってくっつけていきます。さらに裏側にもねボンドを塗ってくっつけていきます。で乾かします。乾いたらここをねボンドで塗ってこうくっつけていきます。こちらが表側です。はい、そしてまたね乾かします。乾燥したら半分だけひっくり返していきます。
これでバルーンスカート完成です。次にこういうねプリンセス系の裾がしっかり広がってウエストがねすっきりしたタイプのスカートを作っていきます。裾にはねしっかりワイヤーが入っています。14センチ ×14 センチの正方形で作っていきます。半分に折ってさらに半分に折った時に7センチ ×7 センチの正方形になる状態で作っていきます。そしたらこちらのね折り目の角の部分をこっから 5mm こっから 5mm っていう感じでこうね半円状に切っていきます。でこちらの角からこちらの角にもこう半円状にね切っていきます。はい、ではね中心の部分に切れ込みを入れて、こちら表側なんですけど裏側から糊を塗って裏側の方にねこう折り込んでくっつけていきます。そしたらねこちらが乾いたらだいたいぐるっと一周できるぐらいのスチールワイヤーを入れていきます。ではまずはだいたいね1センチか 1.5 センチぐらいの切れ目を入れていきます。そしたらこちら表なんで裏側を向けて挟んで貼り付けていきます。そして乾かします。乾いたらこちら側が裾になるんですけど、裾にひだを入れていきます。しっかりひだを入れたら完成です。はい、こんな感じでね今回作ったスカートを並べてみました。同じね柄の生地で作っても少しずつね形が違うといろいろバリエーションがね豊富に楽しめると思います。はい、そしてねこちらのスカートはね基本形ですので、こっからねレースとかリボンとかビーズとかをつけてねいろいろデコって楽しんでいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あと Twitter とかねインスタグラムへのお友達へのシェアぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。